に働く兵たち、諸人を見下ろすこの感覚、久しく感じていなかったこの気持ち。やはり私は生まれながらに選ばれた一族、天下に3校を輩出した名門円家の血が私の中でふつふつとみなぎ。レイハ様、そうやって詰め噛むの悪い癖ですよ。なんですのイーシェさん、私がこんなにいい気分なのに水を差さないでくださいます。そんなことよりレイハ様、また新しい連中が部下にしてくれって来ましたよ。あらあら、まあまあ、さすが私ですわね。黙っていても兵から膝を折ってくるだなんて、なんという人徳。我ながら自分の素質が恐ろしくなりますわ。レイハ様、なんですのトシさん。トシさんもいい報告ですの？いえ、人が増えるのはいいんですけど、そろそろ食料が足りなくなってきてるんですけど。あら、そんなものきっとマーチさんが何とかしてくださいますわ。マーチちゃんは朝から見ないの、そういうことだったんですか。ええ、私が心を込めてお願いしたら泣いて喜んで物資調達に出てくださいましたわよ。それ普通に泣いてたんじゃ。何かおっしゃいまして？いえ、別に。それに私たちの夢が形になれば、食料なんてそれこそ向こうからお願いして湧いて出るくらいになりましてよ。ですよね。いやー、楽しみだな。そういえば、そもそもどうして私たち蜀からこんな義の辺境みたいなところに来たんですか？どうしてって、トシさん？トシ、知らずについてきてたのかよ。だって文ちゃんもレイハ様も来ればわかるって言ってるだけだし、マーチちゃんもずっと一人でブツブツ言ってるだけだったから。トシ、いくらあたいがいるところならどこでも幸せだからって。照れるな。違うよ。まあいいですわ。私たちの夢、それはすなわち競馬場ですわ。競馬場？でも競馬場なら蜀にもありましたよね。トシさん。トシ、どうして2人ともそんなかわいそうな人を見るような目で私を見るんですか？いや、トシも知ってるだろ。レイハ様、競馬場でバカ勝ちしまくって出入り禁止になったんだよ。そうなんだ。あれ、知らなかったんだ。私、2人が競馬場に行ってる時はだいたいシュリちゃんやシオンさんのお手伝いをしてたから。もう来るななんて言われたんですのよ。私何も悪いことなんかしていませんのに。もうこの園本所に二度と来るなだなんて屈辱などというものではありませんわ。こんな思いはあの金髪くるくるにカントで金髪くるくる。今思い出すだけでも腹渡が煮えくり返る思いですわ。レイハ様、カントのことはもういいですから。じゃあここでは競馬場を作るのが目的なんですか？そうだよ。その辺ブラブラしてたらちょっとボロっちいけど良さそうな城もあったしさ。ええ、私の作った競馬場なら私がどれだけ勝っても誰も文句は言わないでしょう。最高ですわ。でもそれって要は勝てればいいんですの。配当だの大穴だののよくわからないことはイーシェさんやマーチさんにお任せしますわ。はい、任されました。いや、そうじゃなくって。なら私の夢の実現に向けてイーシェさんもトシさんも頑張ってくださいまし。
頑張るぞ自分で作った競馬場で自分で勝ちまくったら八百長だって怒られるんじゃないかな。ほらトシも絶対に何も考えてないわよ、あいつら。けどアイシャ、よく出撃を申し出てくれたわね。助かったわ。カリンには大きな恩を受けてしまったからな。このくらいは当たり前だ。よくわかってきたじゃない。あら、カリン様にいただいた恩を返すのは当たり前でしょ。そもそも今回の事件の責任は全部あんたにあるんじゃない。そうよ、あんたがレイハをその汚らしいチンコで何とかしてたら、こんなバカみたいなことに私まで付き合わされることもなかったんだから。あんたはそれくらいしか脳がないんだから、ちゃんとやりなさいよ、ちっこ大衆。ご苦労。なら今日はこの辺りに陣を張って、まずは作戦会議を。陣なんか必要ないわよ。このまま報告なさい。なるほどね。今日だけで片がつくわね。報告の様子だとマーチはいないみたいだし、この状況で怖いのはトシだけよ。まああれも一人じゃレイハとイーシャを抑えきれないから、怖いと言っても知れてるわね。目に浮かびますね。なら作戦を指示するわよ。各隊の長を集めて。この葬儀で妙なことをした罪、しっかりと償ってもらうんだから。やっぱりこれですわ、これですわ。私のために働く諸人を見下ろすこの感覚。やはり私は間違いなく選ばれた一族。4代にわたって3個を輩出した名門円家の血が私の中でふつふつとみなぎってき。レイハ様、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 レイハ様。レイハ様、そうやって爪噛むの悪い癖ですよ。だから何なんですの、イーシュさん。私がこんなにも楽しい気持ちなのに、あなたはどうしていつも一番いい頃合いを見計らってん。そんなことよりレイハ様、今物見の連中から報告があって、義の連中が攻めてきてるみたいです。あらまあ、あらまあじゃないですよ、レイハ様。文ちゃん、敵の指揮官は誰？義の旗だけだからよくわかんないって。どうせまだ自分の旗も持ってない新入りとかじゃないの？よくわからないって、なんだか怖いね。気をつけて当たらないと。
どうせあたいらやっつけて一旗あげようとか考えてる世間知らずだって。そういう世の中甘く見てるやつにはこのイーシェ様がちょいとお灸を据えてやらないとね。さすがイーシェさん、頼もしいですわ。このあたいにどーんとお任せください。油断してるのどう見ても文ちゃんじゃ。ま、本当にどんなやつかはぶつかってみてのお楽しみってね。そういうのワクワクするだろトシ。嫌な予感しかしないよ。ならイーシェさん、私の私の可愛い兵たちを率いてくるくる小娘のヘナチョコ軍なんかパパーッと蹴散らしておしまいなさい。お任せください。ほら行くぜトシ。待ってよ文ちゃん。軍を破られて歯ぎしりするカリンさんの姿が目に浮かぶようですわ。ここから私の新たなる歴史が始まるのですわね。当然よ。苦戦する理由がないもの。策を考える時間ももったいないくらいよ。ほら、私たちはアイシャのご詰めに回るわよ。なんで義の兵の指揮をアイシャが取ってるんだよ。さすがにそれは反則だろ。聞いてないぞ。そうですわ。それこそ出入り禁止にするべきですわ。ほら、キリキリ歩け。ごめんなさい、ごめんなさい。本当にレイハ様と文ちゃんがご迷惑をおかけしました。もちろんです、ご主人様。っていうか兄貴、なんでトシだけそういう特別扱いなんだよ。そうですわ。ずるいですわよ、トシさん。どう見ても日頃の行いでしょう。ずるいブーブー。すみません。でもお二人の便宜も図ってもらうようちゃんとお願いしますから。もう首でも跳ねた方がいいんじゃないの？この先の禍根もなくなるでしょうし。トシさん、便宜って楽にするってそういう意味ですの？違いますよ。すいません、ケイファさん。こんな人でも一応私たちの主なので悪気があるわけでもないですし。悪気がない分余計たちが悪い気もするけど。頑張れ。そこで負けるんじゃないトシ。口でダメなら頭を使え。頭突きで勝負だ。文ちゃん？
わよ。首をはねるつもりならとうにカリン様がしているでしょうし。じゃあこのまま無罪放免。一応洛陽に連れて戻るわ。カリン様のご判断に任せましょう。ですよね。トシさん、あなただけが頼りですわよ。どうして私が3個を輩出した名門円家のこの私があのチンクシャくるくる小娘に頭を下げなければなりませんの？下げなかったらやっぱり跳ねられちゃうんじゃないですか、首。レイハ様、頭なんて下げても減りませんから、跳ねられるのよりはマシですから、下げてくださいよ。何がムムムよ。いえ、私のしたことなど微々たるものですから。さてと、それじゃあんたたちはここでいいわよ。私は残ったマーチだけ捕まえて洛陽に帰るから。ケイファ、それは一体？それは一体って、あんたたちこれから生徒に戻るんじゃないの？ほら。いえ、私は別に。ご主人様の指示では？っていうか、あんたたちほんとバカでしょ。ここからなら蜀までは街道一本だし、灯火のところに帰りたいんでしょ？それは、帰りたいのは山々だが、カリンへの恩義が。今回の件でカリン様への恩は十分返せてるわよ。それにカリン様だってこうなることが分かっててあんたたち2人を出したんでしょうし。だがそのようなことをしてはケイファがカリンに叱られてしまうのでは？それも目当てなんだけど。はあ、それに私としてもカリン様の周りをうろつく邪魔者が減るんだから都合がいいの。邪魔？いい？改めて言うけど、あなたは邪魔なの。目障りなの。わかる？すまない。恩に切る。だからそういうんじゃないわよ。カリン様のお気に入りなのは本当に気に入らないし、ネヤを共にしたのはもっと許せないんだからね。それは。あら、気づかれてないと思った？そのくらいカリン様のご様子を見ればすぐわかるわよ。それにあんたと組んでもせっかくのカリン様のご褒美を勝手に春蘭なんかに譲られるし、ろくなことがないんだから。すまない。ああ、もういいわよ。そいつ連れてとっとと生徒でもどこへでも行っちゃいなさい。ありがとう、ケイファ。だからそういうのはいらないって言ってるでしょ。ほんと調子狂うわね。ご主人様？そういうあんたは愛者以上に邪魔で目障りなんだからね。この戦いで事故に巻き込まれて死んだことにしてやってもいいのよ。そういうのじゃない。死ね。本当に死んじゃえ。やっぱりもう一度蜀の競馬場に帰るしかなさそうですわね。無事に帰れるんですかね、私たち。
別に悪いことなんか何もしていませんもの。これで罰せられるなんて世の中がおかしいのですわ。何ですのトシさん。いえ、なんでも。あイーシさん、ずいぶんとお静かですわね。そっか。なるほどなるほどうしたの文ちゃん。ど。いやケーファ見ててさ、最近はああいうのが人気あるのかなって思ってさ。そうなんですの。兄貴大喜びじゃないですか。あたいもトシに邪魔とか死ねとか言ってみようかな。言うの？トシのおっぱい。意味わかんないよ。だって邪魔とか死ねとかいうところ想像したらすげえあたいが嫌な気分になりそうだったんだもん。トシは邪魔でも死んでほしくもないし。文ちだから正直なこと言ってみた。ゃん、やっぱり意味わかんないよ。そういうのじゃないって言ってるでしょ。本当に首跳ねるわよ。